前よ。さおはようございます。我々今シンガポールタイ公演を終えて帰ってきまして、成田空港です。朝9時半、長旅でしたね。ベトナム経由して、ようやく朝の7時半に着きましたと。なんかみんな疲れてね。寝れた飛行機。だからそこなんだよ。はい寝たと思ったら飯飯って声出されて機内食の時間がね、7時間の間に2食出た、2食出たのはいいんだけど、4時間で3時ぐらいにまさか2食目が出てきて、そうでしょ、この時間に叩き起こしてそのまま飯食わせるそばあるということで、疲れてもらしそういう中ですが、海外に行く前から、SNS 上で海外公演について何でも質問してくれれば答えるぜって Q&A をね、流していまして、みんなに質問を募集してたんですけども、答えていこうじゃないかと、この記憶の新しいうちにね。はい、ということで、じゃあ早速1つ目の質問からいきましょう。今回、タイとシンガポールでテスタメント、スバルトラ、マーダック、3バンドを対応しましたが、率直に3バンドの印象いかがでしたか？テスタメントからいきますか。じゃあテスタメント、ヒロトモどうだった？テスタメントはもう中学生ぐらいからずーっと好きだったバンドだったから、もうなんていうんだろう、バックステージで俺ら見れたから、こんなに近くにテスタメントがいるっていうなんかそう実感が湧かないけどいるんですよ、そこにで彼らがプレーをしてて、でその同じステージで俺らがやれるっていうのを聞くと、単純にやっぱりテスタメント超かっけえなと思いましたよ。本当近かったもんね。本当に近くて、もうエリック・ピーターさんがすぐそこまで来てさ、ギターを変えたりとかさ、アレックスも近かったし、タイとかでもさ、アレックスにっていうかタイでオフで会ってる一眼レフ持って歩いてたからタイの街をということで、じゃあ、見ていきましょう。マーダック、京都いかがでした？いや、良かったっす。音がすげえスッキリしているし、いや、ほんまに勉強できる点がいっぱいあったし、世界と戦ってるすげえバンドだなっていう感覚ありました。怖かったよね見た目。ただね、バックステージで俺たち一回も会ってないんですよ。マーダック。いや、うちのリハで支援ですれ違ったんだよ。俺目の前でマーダックのドラムがスーッ。そうなんだ。怖かったよ。気がかったし。ということで、セパルトラ、どうだった？俺は中学校ぐらいからファンなんで単純にテンション上がりました。ドラムのやつがやべえ。エロイカサグランジがマジでやべえ。腕が俺の太ももぐらいあるし、のくせして俺よりでも身長は低かった。164センチの俺より低かったです。本当なのか？めっちゃチビだったぞ。でもめっちゃドラムうまいし超いいやつだったね。言ってた。お母さんも俺と同じ身長で。みんな大物バンド意外と小さい。セパレットラすごい面白かったのがギターの人がめちゃめちゃ陽気で、チェックも踊ってたじゃん横でめっちゃ。あんな難しい曲をさポップな振り付けで踊りまくってて、マジブラジルって感じした。ブラジルの血だよね。マジでブラジルって感じした。セパルトラ一番すれ違ったの。そうだよね。確かに。セパレットラの人で割と結構オープン。あと日本人のスタッフの方がいました。そうスルーで見てた。コメントください。その人。神奈川って言われて違いますって東京です。そう、俺横浜。じゃあいいです。いいです。パフォーマンスは最高だった。盛り上がったね。めちゃくちゃ盛り上がったね。俺は客席でダイブとかしたかったですね。じゃあ、続いて2つ目の質問いきましょう。その2タイシンガポール公演が無事に終わって何より、両国のメタルヘッズはどんな感じでしょうか？男女比年齢層を楽しみにしてたんだと、ゲイナーからちょっと聞いてみましょうか。そうですね、基本的にはでも、男女比は正直やっぱ男の人が圧倒的に多いですよ。それはそこはあんま変わんないんですけど、母数が多いから女の人も結構多かった印象なんですよ、であと日本から来てるってのもあるんですよ。めちゃめちゃもう超写真撮ってくれサインくれってもう圧がすごくて、物販でちょっと手伝ったりした時もやっぱりなんだろう、
あもういいよこっちに座ってとかでも本当になんだろうマジで温かかった嫌な思いはさせないように感は絶対だから本当大歓迎してっていうかホスピタリティがすごかった反応そうね結構いい反応それで言うとあれだねシンガポールの大鳥ですって言ったじゃん実際にはメインアクトが終わった後のまあすげえ言い方あるけど残りガスみたいな感じになるわけじゃないですか本当はもうそこでみんな帰っちゃうところなのにそうシンガポールでいろいろサウンドトラブルがすごいあってめちゃめちゃ押したんですよ大量とかもでパルサラとテスタメントが終わってその後になんか僕らやることになってはぁみたいなやばくねみたいなっていやーでもやっぱみんな帰るよねメイン終わったしみたいな見てたらまあサウンドチェックみたいなことし始めたら続々人が結構入ってきてびっくりしたよねめちゃくちゃ人いてまだ帰るよなと思ったけどこんなに集まってきたそうシンガポールって結構夜中人いないんですよ本当にいない外に全然人歩いてないんで結構だからみんなもうレストですよ夜はもうみんな休もうみたいな酒もね10時以降は飲めないしシンガポールはそう買えない人に人で歩いてないんですよなんですけどめちゃめちゃ人いてマジかこんなに人待ってくれてんのそこは素直にめちゃめちゃ反応してタイとシンガポールの俺的に結構違いはタイの方がその場を楽しんでる感が俺は感じてシンガポールの人は前々からリサーチを仕掛けてるような感覚が俺はあったからシンガポールの人たちは、俺と西田の名前を百発百中で言えたからだからちゃんともう前々からその多分いろいろチェックしてさ名前まで覚えて多分いろんな動画を見て曲も聴いてタイの人たちもちろんそういう人いたけどどちらかというと俺たちのショーを見てこんなバンドいるのみたいな現地のプロモーターから教えてもらったけど酒が安いからみんなエントランス溜まってみんな飲んでると思ってだからオープニングアクト見ないんだっていう最初俺たちがやる時もちょっと人少ないかもなって思ったけど、音出し始めてしばらくしたらもう一気にドバーッと入ってきてねあこんな人いんかみたいなそれはなんか音で納得させられたかもなみたいなちょっと実感がありますねだと思うまあ両国素晴らしかったよ名前覚えられてるのが嬉しい何よりやっぱ嬉しかったのはちゃんとそのアーティストとして尊敬されてるのが嬉しいですねこういうことやってて別に金が全てでやってるわけじゃないんで尊敬があるのってすごい本当に光栄ですよねありがたいということで、はい、次で早々ですが今後の海外公演の予定などございますかもしくはなければ行ってみたいやってみたい国などあれば海外公演の予定は確定してないんで言えないんですけどいくらかあります実はそう実はいくらかありますまたアジア行くかもしれないですまたっていう感じで行きたい国に関してはねまあみんなタイなんじゃないタイに行きたい俺はもう一度タイに行きたいよなんかすげえみんなタイを気に入っててねいやでもねシンガポールもねもう一回行きたいよいやいいとこ本当だね最高だった街並みも綺麗人も最高人が優しいタイ4泊シンガポール3泊ぐらいしたいよねピンポイントすぎるんだよまあなフィリどこ行ってピンもやばも初だからそう俺は逆にどこ行ってもどこでもいいよなでもなんか思っちゃったんだよどこ行っても多分楽しいよそうどこでもいいどこ行っても楽しいよはいということでじゃあ次行きますかここからはちょっと砕けた感じというか、ちょっと俺らのパーソナルなことについて今回はいろんなビッグなバンドとやることになりましてヘルフリーズオーバーとしてねバンドとしてノリに乗ってますがそれで調子にまで乗ってしまったメンバーはいますかまあゲイナーじゃないですか言わずもがなどうですか皆さん的にはまあゲイな調子に乗った俺調子に乗ったからな分かんないまあでもこれはね調子に乗ってたは違う単純にゲイナーはなんだろうね楽しもうとしてるだけ一番楽しんでた普段できないことエンジョイしてたんだまあ俺は個人的になんか他のやつがどうだも自分でやりたいことは決めててねちょっと別行動したりはしたけど一部 SNS でゲイナーがいねえぞっていうのをちょっと学んで失礼いたしましたちょっと僕はちょっと野暮用がね野暮用野暮用がありまして野暮なようだよ本当野暮だよまあ今も我々仕事ですけどこれ、まあ、仕事でね行ってね、まあ、その合間にやりたいことやるって僕はもう決めてたのまあ今回一番乗ってるのはゲイなんで
そういうことですよ。優勝。じゃあ次行きましょう。今回の海外ツアーで5泊のいくらですか、まあ、長い間メンバーしてきましたが、一番しっかりした人は誰ですか、だらしない人は誰でしょうか。一番しないのは多分だから俺なんだろ。まあゲイナはなくし物が多かったよな、まあ、それ旅する前からそうだったよね。そうだからそれはもう子供の時から変わってないんで、物をよくなくす忘れ物多いそうね、もうそれはもうずっとそうなんだ。まあそこは今後はまあ貴重品だけは注意してもらいたいなというのが俺逆にさいつも敵だったっけ。いやあったよ部屋でちょっとあちょっとあ待ってる。ったのでも俺結構でも合間合間に誰かを待つ時間っていうのが一番両党を待って気がするんだけど。ああもうそうだね、ホテルから出てだらしないだらしないよ。何時に集合って言って一番誰かを待ったのは両党待った。本当に申し訳ない俺らの時間を長く思ってた。何の言い訳もない。そう基本僕が待たせる本当に申し訳ないそれは。まあみんな違ってみんないいのか。みんな違うね本当にね。じゃあ結局しっかり者は誰だったの？しっかりも誰だと思うんですみんなそれぞれだらしがないということですね。人間だもの。でもまあお互いが足りない部分をさ補えたのはあえたんじゃない。それぞれちゃんと割り振りがあってさ、役割がそこの場面ではちゃんと頑張ってるからそうなんとかなってるんだよね。の仕事は全うすな。そこもできなければもうマジダメなやつだからじゃあ次フェイバリット飯を教えてください。今回シンガポールタイと2カ国行ったけど印象に残ってる飯で言ったらいろんな意味でチキンチョップしかねえんだよな。チキンチョップシンガポールで最初にオーガナイザーに連れてってもらった店がもうムスリム系の店なんですけど、そこの店主が、まあ、みんながボスボスって言われてたんだけど、みんながこうメニュー選んでこれかなこれかなって言ってたらもう店主がチキンチョップチキンチョップで他のレコメンドはって言ったらノーチキンチョップ一番早くて簡単みたいなことを言ってて、他のもんついにないって言っちゃったんだよ。あれじゃない最初に他のもんはない。あるだろその並んでるじゃんって出せよいいから遅くてもいいから出せよと思ったんだけど結局遅かったよ。忘れられてた。そのメニューないとこ。そう書いてるメニューは本当にバックス調子がいい時に僕が調子がいい調子良ければ出すよみたいな。常に全部置いてってわけじゃない。いやでも俺はねその感覚がすごい楽でね、コンビニ行ってもさ店員がさ何も言わずペッて携帯いじってさ楽だよ。気使わない。さあということで続いての質問いきますか。まあ、ちょっと変化球的なやつを投げてみましょう。じゃあ、はい、今回の旅で、俺だけが見た誰にも話してない珍エピソードとかあれば教えてください。なんか俺特にないかもしれんそれは。それがあるのは俺とスタッフの東君だけだね。じゃあそれでは最後の質問に行きましょうか。つまりこの旅で一番面白かったことをそれぞれ教えてください。東だな。スタッフの東くんが一番面白かった。東が何やったの？お前寝てんの？戻ってきてこうやって寝んだよ。ということでね全部答えきれなかったね、まあ、質問とかもあったんですけど、今後海外公演となんか面白いことがある面白いことあるために募集はしますす。ね。あったら募集したいと思うんで、今回のこれを見てこういうことを自分も聞いてみたいと思ったら次のお待ちくださいということで。まあみんな本当にお疲れ様でした。スタッフの皆さんも含めて本当に素晴らしいツアーでした。そして日本からめちゃくちゃチェックして応援してくれた皆さん本当にありがとう。俺たち常にチェックしてるの嬉しいです。今後の俺たちに来てくれる人今後の俺たちに期待しろよな。じゃあな。